7×17×37 吉正です。その結果、治りませんでした。全く症状に変化なし。次の手を考えます。ネットで何か情報はないか調べます。いろいろな検索ワードを見ていると、海外の Z4 専門の掲示板の記事が見つけました。この方と症状がほぼ同じ。モーターを取り出して点検して、結局 ECU を専門業者へ送付して直してもらったようです。なので私も ECU の基板を調べます。そこで今回は、運転席が外れるまで3、2、1。はい、というわけで取れました。一回やってみたかった、こういう演出。はい、で、今度はステアリングを外していくんですけども、このエアバッグユニットを外すんですが、その時には、ここに穴を、ドライバーを突っ込むそうです。やってみようか。バネみたいなところをこの穴に突っ込んで探せって言うんですよね。ところが、そのバネっていうのが何かよくわかんないんだよね。来た。あ、来た。やっと来た。はい、外れた。よかった。結構重いな。この棒が動いてるのが見えるでしょうか。これが外れるという仕組みになってるみたいですね。で、今度はこのコネクタを切る必要があるということですね。取れた。さあ、こっちも同じ。よし。よし。お、落ちてきた。はい、取れました。この緑と黒のコネクタがあるけど、色ですね。この黒は黒に合わせて、黄緑は黄緑に合わせるのが正解ですね。さあ、そしたら次はこれを切り離すんですね。16ミリっぽいな。あ、ビンゴ。あらがって。来た。このボルトとかナットとか全部抜かないようにして中途半端に緩めておいて、でハンドルをバキッと外すと、そこから、ハンドルをネジナットを全部、結構でかいのが入ってますね。からステアリングを外せというふうに私教わりました。おっと、なんか繋がってるぞ。なんだこれ。抜けた。これでいいんですね。はい、抜けました。ほう。ラッカードピニオンにつながっているここですね。ここと下の方のやつを切り離したいと思います。ボルト抜けました。で、これを切っておきます。エアコンとかヒーターとかの配管があってすごく見づらい場所にあるんですが、きたー、抜けました。緩み止めバッチリついてるね。あ、来た。
さん頑張りました。で、これ分解して初めて分かったんですけども、ここ伸び縮みするようになってるんですね。今度はこのステアリングコラムの下の、このモーターのところを、はい、じゃあ切りましょう。このスイッチを切り離さなければいけなかったでした。カバーを剥がすとこんな感じですね。で、こことここにプラスネジがあります。ライトのスイッチ取れました。結構こんな立派な部品番号が書いてあるんですね。で、このコネクターなんですけども、この状態のままこれをこっちに倒すんですね。はい、そしてこれをこっちに倒すとコネクタがズボッと基板から抜けるっていうような仕組みになってました。話します。この上のカバー取らなきゃダメだね。このコネクターと、それからこっちのコネクターを切らなきゃいけないですね。3箇所ありましたね。どうやらこれがワイパー、これがステアリング、これがウインカーのスイッチみたいですね。で、これは動かしちゃいけないそうです。下も打ってきたんですけども、これを切り離すのと太いケーブル、これを切り離さなきゃいけないんですが、ステーに結束バンドみたいなのでくっついてるんですけども、よし、もう一箇所あった。よし、これは、ライトスイッチのケーブルですね。イグニッションのスイッチか。これを切るんですけども、シリンダーのソケットがありましたね。これも切らなきゃいけない。抜けました。これですね。これも切り離す必要がありますね。抜けました。こうなんか押すゴールデンケーブルになってますね。そしたらもう本当にこれを邪魔しているものはなくなったはずなので、ボルトを緩めていきましょう。1箇所外しましたね。こことこことその反対側になるかな。そうですね。全部13になると思います。それからその後ろにも1箇所2箇所ありますね。こことここにありましたね。全部で8本ね。
電源ケーブル。これですね。この信号ケーブル。外したやつこっちですね。これと、それからこの辺についてた、このケーブル、ここには刺さってたの、これが外す必要がありました。で、はい、外れました。外れました。すっげえニュース。そしたらこれが、はい、抜けた。なんじゃこりゃ。蓋が取れました。